どうも、ベトナム在住のウキツです。前回ね、ちょっといろいろとなんかうまくいかないことがあったんで、今日はね、それら確認していきたいと思います。前回ね、これの話をカメラに映ってないところでごちゃごちゃ言ってたんですけども、なんせね、ここのリザーブの状態がおかしいんで、どっちにしてもこれは使わないんですけども、シートもねおかしなことになってたんですよ。これ映ってんのかな。なんか前に出過ぎてるんですよね。で出過ぎてるし、後ろがここですよね、はみ出てるし、そもそもがねここの出っ張りにシートが当たってしまって、せっかく裏にね吸盤があるのにここに当たらないんですよ。でしかもここのゴムの端がこのキャップに当たってしまうと。これ確かアンドンカブってここですよね、ガソリン。ちょっとそんなことがいろいろあってね、前回はいろいろとうまくいかなかったもんですから動揺してね、これが映ってないところで一生懸命喋っていたと、そういうとこでした。でこいつはもういいと。で今回どうであれね、このタンク、MD50 のやつを使っていくんでね、これはねちょっとここのサビがひどいんでね、掃除してもう一回上から同じように艶消しの黒でね塗ってから使っていきたいと思います。こいつは問題はないと。それでね次がこのフロント周りの問題なんですが、問題っていうかね、これは私がいろいろ混ぜて組み立てようとしているのが一番の問題なんですけども、どこから話をしようかな。前も言ったようにね、今回の株は買った時にこれがついてたんですよね。でこれがついてたんでやっぱり純正風にしたいっていうんでこれを買っておいたんですが、そもそもこれがね何用なのかもよく分かんないんですよね。アンドンカブ、カモメカブ、古いやつでもいろいろカブがあるんだけども、どこから行こう。こいつだな。もともと今回のこのカブは買った時にこれがついてたんですよ。で上にハンドルがあったんですけども、ハンドルがもう錆びて全然使えないと。で上は捨ててしまいました。で下側もね、もう何をしたらこんなことになるのか、もう何回も朽ち果てて割れたんでしょうね。溶接でね直してあって、汚いんですよ。でどっちにしてもねこれは使えないし、このタイプのハンドル持ってないんで、私カモメカブのねハンドルを持ってるんで、これをつけようと思ってたんですよ。思ってたというか、これをつけます。でつけるにあたってね、カモメカブってねハンドルが上がってる。上にこれハンドルが上がってるんだと思ってたんですけど、実際こいつを見るとね、要はライトが下がってるんですね。ライトが下にね下がってるんですよ。何を言いたいかというと、ここの取り捨て部分とライトがね近すぎるんですよね。だから本来はここの幅があってライトがあるわけですよ。ですからこれがね、これをつけようとするとこのカバーなんだけども上にかぶさるんだよね。だからこいつもつけることができないと。なんで、できればこれを使いたいんですよね。でアンドンライトの話もしとくか。これがねアンドンカブ用だと思ってたんですよね。止めるとこがあって配線の穴がある。でドイツが純正だ。別にこれでいっか。これをねつけたいなって思ってたんですけど、よく見るとね
穴の位置が合わないんですよね。上がはみ出るんですよ。まあこれコピー品なんですけどね、これが純正品になるのかな、ね、作りがしっかりしてるけど、どうであれね合わないんですよ。配線の穴は通るんだな。なんで、どれをどうつけようかをちょっと迷ってます。前回これね軽く当てて確認しただけなんで、一旦きちんとねネジ止めして確認していきたいと思いますが、その前にここもちゃんとネジ山をね掃除しておきましょう。さあこれでこう置いてそもそもなんでネジ穴が合わないんだ。下げるか。5ミリちょっと合わないんですよね。まあいいや、これで反対当たってるもんな。広がってんのか。そういうことか。何言ってるか分かんないっすよね。ここがね開いちゃってんですよ。だからこう、まあ、ちょっと当たったけどね。でもこんなカツガツで逃げてんのかな。ここを伸ばしてちょっと前に行くのか。こういきゃ当たんないんだ。ここも変形して、変形してんのか。ここが曲がってんだ。そういうことか。じゃあこれは手で直しゃいいんだな。で問題はこの上、これがねもう確認用にね金属プレートとゴムはめてます。これでこうすればギリギリ逃げるな。これでいけんじゃない。ここがね曲がってたみたいです。だからこれはカモメ用でよかったのか。カモメ用だからアンドンがつかない。カモメアンドンなんだ。まあいいや、とりあえず、位置は微調整でいけそうです。カツガツいけるね。ここをね直します。もう一個確認忘れてました。今回ねこいつつけたいんですよ。大丈夫ですね。でアンドンも本当はうまくつけば大丈夫なガリガリ当たってるし、これは補正するとして、今回アンドンはもうなしでいこうかな。どうするかな。
どっちにしてもここの加工をしなきゃいけないんだな。ここを伸ばして、ここはずらすか。これがね、なんでずれてるわけじゃなくって、ここまっすぐにすればいいだけか。そういうこと？でもちょっとずれてるぞ。ね、映ってる。ここをね、まっすぐにすればいいだけなんですよ、多分。これで当たってないんじゃない？いけてるね。ギリギリやけどね。まあいいでしょう。反対側もね、仮はい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 、わかったわかった。ああ、そういうことか。いや、何言ってたかってね、これステーがね、向こうに曲がってるんですよ。だからこれ穴がずれてんじゃなくて、こいつが土台が曲がってんだ。ああ、そういうことか。このね、根元の台が曲がってるんだ。でもこの台硬いんでね、こっちかなり曲がってんな。曲がってるけどゴムハンで叩くか。どうしよう。プラハンか。塗装する前に確認しとかなきゃダメでしたね。これね、特に反対側もう映ってないけど、これがね、ぐにゃって曲がってんですよ。だからね、合いそうだね。下に止めて、いけるいける。で、こっち側も OK と。いやいやいや、よかったよかった。よし。いやー、塗装しようと思ってたんですけども、準備してたらね、雨が降ってきちゃいました。なんで今回ちょっとね、ガソリンタンクのガソリンメーターのところだけちょっと処置をして終わりにしたいと思います。これね、塗装するガソリンタンクなんだけども、この周りの錆びがね、ひどいんですよ。で、こいつは純正のメーターがついてます。で、随分黄ばんでるんですけどね、これはね、このまんま使います。なぜかっていうとね、前にコピー品のね、ガソリンメーター買ったことあるんですよ。で、ガソリンにね、使ってるとすぐに白濁してしまいました。なんでね、ちょっとこれは使えないんだけど、塗装の時にちょっとこれに仮付けをした方がいいのかな。ゴミを落としたくない。張り付いてるな。こいつは張り付いてるのか。
これ純正ですからね。いやこれをね外してサビ取りたいんですよ。でこれがコピー品の偽物だったはずなんだよな。ね、作りが全然違いますね。で確かこれ穴位置合わなかったのよね、やっぱりね。穴の位置合わんのか。どうしようかな。貼り付いて取れないかな。いや何したかったかっていうとね、これはこれで磨いて塗装して、その間ねちょっとこれを仮付けしてなんだっけ、ここの塗装しようかなと思ってたんですよ。あ、そっか、1個だけ止めりゃいいのか。別にね、何気にしてるかっていうとね、ここ今貼り付いてて、でコピー部品のゴムもあるんですけど、これも絶対品質悪いんですよ。なんでここは触らずにね、要は塗装しておきたかったんですけどね、1個で合わすと他の穴がねむちゃくちゃなんですよ。まあいいや、どうせ今日はねサビ取りもできないんでね、ボルト1本止めたんですけども、コピー品つけるとねこうやってね映ってんのかな。もうネジ穴の位置がね合わないんですよ。いやー、やっぱりね純正がいいですよね。まあまあこいつの出番もなくなりましたね。貼り付いてるんでね、うまくついたまんま周りを掃除してねやっていきたいと思います。じゃあこの処理もね全部雨が止んでからやるんで、今日はねここまでにします。それではまた。